おはようございます。人ギター工房の神谷です。いつもご視聴ありがとうございます。本日はですね、私のホームページ上でもう過去にアップしている記事なんですけれど、一つ取り上げたいと思います。過去にもね、ちらっとね、取り上げたことはあったかもしれないですけれど、ちょっと改めて世の中にはこんな工房さんもありますよというね、継承の意味も含めて今日は動画を撮りました。で、一つ最初にお伝えしたいことがあるんですけれど、今からね、お話ししていくとある工房さんのお話ね、仮に A 工房としましょうか。A 工房さんのことを名前をね公表したりすることは一切ありませんし、陥れようとかね、そういう悪意を持ったことは全くないので、ただ現実としてこういうことをしてしまったんですよというね、そういうお話です。仮にこの工房さんの名前知ってるよとかね、そういう人がいてコメント欄にね書くようなことがあったら、私は即刻削除しますので、そこのコメントを。名前を晒してどうのこうのなんて炎上するようなね、そういうようなことは私は嫌いですから、ここの工房かなっていうふうに思った方がいても、それはそれでね、自分の心の中に留めておいてくださいね。はい。はい、じゃあちょっと行ってみましょうか。ものはね、スクワイヤーのサイクロンです。こんなね、白黒のカラーリングにリフィニッシュされたやつですね。その A 工房さんでやったらしいんですけれど、このお客さんは A 工房さんで新品のこのスクワイヤーのサイクロンを注文したそうなんです。受け取る前にリフィニッシュとかペグ交換とかナット交換、リアピックアップの交換ですね。あとはサーキットの全交換とかキャビティの導電処理とかね、その辺もろもろ全部やって、それで受け取ったらしいんですけれど、届いた時に、リアピックアップの音が出ないというか、本人はかなり小さい状態で感じたらしいんですよね。で私のところに持ってこられて、チェックしてくださいということだったんですけれど、もう一目瞭然でフロントの音は出るんですけれど、リアのねピックアップの音が全く出なかったんですよ。これはどういうことかなと思って、とりあえず配線をねチェックしました。ちょっとこの白黒のねカラーリングのことはまた後でお話ししますけれど、こういうような音が出ない、特に片方の音が出ないっていう場合はスイッチ系ね、トグルスイッチの接点とか疑わしいところなんですよね。でところが全くトグルスイッチの接点は正常で問題なかったんです。でこれはどこに原因があるのかなということで、じゃあ次はリアのピックアップの配線をねハンダ付けを外してみました。で導通チェックやら何やらいろいろやるんですけれど、その前に目視でチェックしたところ、赤の配線の被膜がね破れてたんですよ。でよーく見てください。ここ裸線がかなり近いところにありますよね。仮にですけれど、この裸線と赤色の線が接触してしまうと音が出なくなってしまうので、ショートすることになるので、これかなとも思ったんですが、これも違いました。テスターで測ってみたところ、導通がね全くなかったんですよ。今までもうほんと数えるほどですけれど、新品の状態で買われてピックアップをで導通をチェックしてみたら、導通がないと、ゼロと。最初から初期不良っていうピックアップに何回か当たったことがあります。それかなとも思ったんですよね。でちょっと念のためですけれど、この白と赤、ここもね、チェックしてみようかなと思って熱収縮シューブを外してみました。そしたらなんと血栓していないというね、このまさかの驚愕な事実が発覚しました。お金をいただいてやっているプロがこれですよ。ハンダ付けをしていないというね。開いた口が塞がらないとはまさにこのことですよね。こういうことをする工房さんなんだなというのがね、これで分かりました。こうやってね、段階の説明書にも白と赤ね、ちゃんとハンダ付け決戦しましょうねって書いてあるのにね、これ読まなかったんですかね。読むも何ももう当たり前すぎてちょっと訳がわからないんですけれど、はい。ということで白と赤をね決戦して、ちゃんと音は出るようになりました。ちゃんと音出るなと思って、よしこれで完成かと思ったら、ちょっとねオチがあったんですね。鳴らした瞬間にプーンっていう音がして、と思ってよくよくフロントのピックアップを調べてみたら、
逆位相だったんですね。フロントは段間の説明書通りに配線すると段間は正位相ですから、この A 工房さんっていうところはピックアップの配線の仕方も理解してなかったですし、位相というね概念もないんだなというのがね、これではっきり分かりましたよね。でこのケースに関してはとりあえずフロントのピックアップが逆位相だったので、フロントをプラスとマイナス逆に配線して、プラスをマイナスにマイナスをプラスに配線して正位相になりますから、それで OK だったんですけれど、こういうお話がありましたということですね。でさらにこの楽器に関しては続きがあるんですけれど、はい、ちょっとね一つここで告知をさせてください。3月21日土曜日なんですけれど、昨年の11月からコメンテーターとして参加してますワンボタンの声というねインターネットラジオですね、ポッドキャストの番組があるんですけれど、そのポッドキャストの公開収録があります。横浜の館内で開催されます。このワンボタンの声というのは Apple 製品の情報を追っかけて配信しているポッドキャスト番組なんですけれど、当然ながらマック大好き人間です。ハンバーガーのマックじゃないですよ。マッキントッシュのマックですよ。今マッキントッシュって言わないのか。要は iPhone とか iPad とか、その辺ね、Apple 製品大好き人間です。私はWindows は人間です。それは置いといて、そのねポッドキャストの公開収録っていうのがあるんですよ。でそれが横浜の館内ね、こちらのところで開催されますので、2026年3月の21日土曜日ですね、お昼の12時から、15時までです。普段このポッドキャスト番組を聞いてない方はなんじゃこれはみたいなことになるでしょうけれど、実際私に会えますし、その公開収録の後にね懇親会、ちょっとした居酒屋さんとか会食をねしたりするので、その時にアップルの話だけじゃなくてギターのご相談をしていただいても大丈夫です。もし興味がある方がいらっしゃいましたらご参加いただけたらなと思います。よろしくお願いいたします。はい、じゃあちょっと気を取り直して、2ページ目いきましょうかね。はい、じゃあ続いてですね、このギターの驚愕な事実、まずはこちらを見てください。冒頭でお話しした通り、この A 工房さんでは新品のこのサイクロンを自分のところで全塗装したということなんですけれど、この全塗装の仕上がり具合ですね、この擦り傷具合見てください。これ水研ぎの段階でついたんでしょうね、おそらく。でこの手の深い傷がもう無数にねボディ全体に広がってます。お客さんもそうだったらしいんですけれど、もうね見た瞬間ね、なんじゃこの仕上がりはみたいな、そんな感じでしたね。ここまでね深い傷がついてると最後のバフィングの艶出しの完成度が低いとかね、そういうレベルじゃないんですよ。もうこれはそれ以前の話ですね。この仕上がり具合っていうのは、これレリックしようかっていうぐらいね汚かったですね。そんなことでこういう仕上がりをしてしまう、ところですね、工房さんというところはね。続きはですね、この白と黒に分けるこのマスキングもね、まずこの白も、生地が透けちゃってるんですよ。ここの部分と、こっちの部分ですね。ここの部分は白色ですけれど、こっちは下地の木の色が透けて見えてますよね。この境目のこの部分ね、黒が少しはみ出ちゃったりとか、こういう粗さもあるということです。で次はですね、この指板の部分、塗装をする際には、指板面をねマスキングをきっちりしていくんですけれど、このマスキングのやり方が甘いとこういう風になるんですよ。ここ見てください。ポツ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 って塗料が入り込んじゃってますよね。マスキングをいい加減にしてるから、こういう風に吹いた塗料がこの隙間から入ってっちゃって、こうやって指板面にこうやって乗っちゃうんですよね。こういう部分も技術が非常に未熟だなということがここから分かります。はい、でこれは関係ないですけれど、猫ですね。うちのね、昼寝をしている最中に私がサインペンで、肉球にこういうふうないたずらをしました。はい、次行きましょう。ナット交換もされたということなんですけれど、異常なナットの溝の高さでした。
これも開いた口が塞がらないとはまさにこのことですね。ナットの溝の高さというのは弦溝ですね。1フレットに対してごくごくわずかに高くなければいけないんですけれど、0フレット仕様とかねの場合は全く同じ高さのもありますよ。これで弾いたらもうね1フレット2フレットを押さえた時にもうめちゃめちゃ音程がシャープしまくりますね。そのぐらい高い仕上がりでしたね。いろいろこのようにね問題があるA工房さんというところなんですけれど、次はあれですね、シンクロナイズドトレモロの6本のスクリューの締めすぎですね。後ろのねプレートの後部がこう上がっちゃってるんですよね。もう完全にそのぐらい締めすぎちゃってるっていう。ちなみにこの辺のシンクロナイズドトレモロのセッティングの仕方は URL ねこっちに貼っときますので、そちらを参考にしてくださいね。でスプリングも締めすぎてると。ナットを外したら案の定、接着剤がいっぱいでした。でこれは私が最終的に交換してきれいにしたところですね。はい、ということでまとめますけれど、ここのね A工房さんに限らず本当いろいろ見てきました。もう基礎の基礎が分かってないんだなっていうようなね。一つねいつも思うんですけれど、私だって最初は素人でしたよ当然。で楽器屋さんの隅でこうハンダ付けとかいろいろやらせてもらって徐々にこうステップアップしてきて今があるんですけれど、その楽器屋さんでやらせてもらってた時ですら店長さんがものすごく配線に詳しい方でハンダ付けとかね配線もきれいにやる人だったので、その人から教わったりとか、根本的な知識がない状態でやってたっていうことはないんですよ。理解した上で、特に位相なんていうのはそうですよね。ちゃんと作業してましたし、こんなねひどい、要は言ってみれば無知ですよね、この作業をした方はね。そんなこんなでですね、皆様もリペアショップを選ぶ時はかなり注意しましょうということですね。じゃあ具体的にどうすればいいんだっていう話なんですけれど、それこそピックアップ交換を頼むとか取り返しが効く部分、ネック調整、弦高調整、オクターブ調整、そういう部分で調整をお願いしますって言って返ってきたものがすげえ弾きやすくなった、これもうバッチリじゃんっていうふうに思えば、多分そこの工房さんやった方のリペアマンの技術っていうのはある程度のレベルを持ってるんだと思います。ここら辺で締めておきたいと思います。はい、後ろに見えますこちらロードバイクが納車しました。ちょうどね1週間ぐらい前かな。まだ実は乗ってません。タイヤ新品です。毎晩こうコーヒー飲みながらかっこいいなってこうね、めでてる段階です。まだ一度も公道で走ってません。これはですね、グストというメーカーのロードバイクです。グストの GTR ってやつですね。綴りはファミレスのガストと一緒なんですけれど、言い方はグストです。オールカーボン製ですね。妻に怒られました。はい、ということで、いかがでしたでしょうか。以上になります。よろしければ高評価ボタンとチャンネル登録をお願いします。それでは。